昔日本に戦争があった時にずっとレシピを掲載している雑誌があったんです。食べるものがなかなか手に入らなくなっても、毎晩のように空襲を受けてもずっとです。この動画はその当時のレシピを参考にさせてもらっています。では、敵兵の串刺しをこしらえますね。詳しい材料は概要欄をご覧ください。レシピには豚の赤肉と書かれていました。豚肉を使った他のレシピでは単に豚肉としか書かれていないのに、この敵兵の串刺しは豚の赤肉なんですよね。そこに意図があるのかわからないのですが、深読みしてしまいます。今回のレシピはちょっと過激な名前ですよね。ただ当時の状況がよくわかると思ったので選ばせてもらいました。このまま20分ほどタレに漬け込みます。その間にネギを切りましょう。レシピによるとネギは2本用意するように書かれていたんですけど、1本で十分足りそうですね。昭和初期のネギは今ほど大きくなかったのでしょうか。ネギの青い部分が余りましたが、これも一緒に焼きましょう。捨ててしまうのはネギに申し訳が立ちませんから。串打ち3年と言います。このおぼつかない手際を見てもらえれば一発でわかりますね。こちとら串刺しも串打ちも未経験です。自分が串刺しになるんじゃないかとビビりながら作業しています。ここからはじっくりとタレが焦げつかないように気をつけながら焼いていきましょう。タレをこう 2,3 度つけながら焼きます。結構いい頃合いになってきたんですけど、ネギの青い部分を入れ忘れていました。しばらく焼いていきますね。敵兵の串刺しの完成です。食べ応えがあってちょっと濃いめの味に仕上がっています。これはお酒が進みそうですが、ちょっとしょっぱいかな。今回は昭和13年1月号のレシピに掲載されていました。春を祝う正月料理として紹介されていたんですが、お正月にそぐわない気もします。でも食べ応えのある豚の串焼きを新年から豪快に頬張るというのが戦争の機運を高めるにはぴったりだったのかもしれません。当時の近衛内閣が中国との和平交渉を打ち切ったのが昭和13年1月のこと。日本はここからおよそ8年間にわたる戦争に歩みを進めていきます。ごちそうさまでした。